さっきから聞いていれば、何を偉そうにペラペラと喋ってんだよ。俺を誰だと思ってる？10年ぶりに医局に戻った俺に、偉そうな口調で生意気な発言を繰り返す若手医師。どうやら俺のことを新入りの研修医と勘違いしているようだ。おい、新入り、そこのカルテを持ってこい。408号室の患者、バイタルをチェックしてこい。と、自分でやればいい仕事を、面白半分に、わざと俺に押し付けてきた。俺のことを知る医局のメンバーが、申し訳ない顔でこのやりとりを見ているが、若手医師は全くその様子に気づいていない。痺れを切らした俺は、若手医師に対し、質問攻めの猛攻撃をすることに。俺の名前は、黒田俊二。小さい頃から医師として働く父親の姿を見てきた。だから、物心ついた時から、将来の夢はお医者さんだ。好奇心旺盛で、運動も大好きな少年だった俺。小中高一貫の学校に通い、医者になる夢を叶えるため、一生懸命勉強した。そして、念願の医大受験も見事クリアし、そのまま大学病院の医局で働くことに。医局には素晴らしい先輩医師がたくさんいて、俺は毎日たくさんの刺激を受けながら、充実感の中、医師として働いていた。そんな医局の中でも、特に慕っていた先輩がいた。同じ外科医の品川先生だ。研修医時代からお世話になっていた方で、いつも冷静沈着で、医師としての行動や立ち振る舞いなど、様々なことを近くで勉強させてもらっていた。そして、いつも真面目で誠実に働く俺の成長を品川先生は認めてくれて、いつしか一人の医師として対等に接してくれていた。医局でも群を抜いて手術のレベルが高く、そして医局スタッフからの人望も厚かった品川先生。5年ほど前に教授になったと聞いている。そんなある日、田舎の母から電話がかかってきた。電話の内容は、父が病で倒れてしまい、緊急手術は無事に終えたのだが、右半身に後遺症が残り、一人では動けない状況だということ。これからリハビリが始まるらしいが、もともと体が強くない母は、自分一人で父を介護していくことに、すごく不安を感じていた。俺が志を高く持って大学病院で働いていることを理解している母は、申し訳なさそうに、田舎に帰ってきてくれないかとお願いをしてきた。俺は医局での仕事がとても充実していて、これからもっともっと力をつけていきたいと思っていただけに、かなり選択に悩んだ。これまで父から直接病院を継いでほしいなんて言われたことはなかったのだが、母伝いに、お父さんは瞬時に病院を継いでほしいと思っている、と以前言われたことも思い出した。何もなければ、このまま大学病院に残りたいという気持ちが強かったのだが、父の体の具合や、これからの母のことを考えると、そばでサポートしてやることが親孝行だなと思い、田舎に帰り、父の病院を手伝うことを決意した。そうして田舎に戻り、ちょうど10年目を迎えようとしていたある日、大学病院で働く品川教授から久しぶりに電話がかかってきた。何やら医局で問題を抱えているらしく、俺に帰ってきてサポートをしてほしいというお願いの連絡だった。医局内の若手医師が病院の役員の息子という立場を利用して、好き勝手やりたい放題で仕事をしているらしい。自分の気に入った人は傘下にしてこき使い、自分の気に入らない同僚や研修医に対しては嫌味を言ったり、嫌がらせをしたり、患者に対しても医師の言うことは絶対と言わんばかりな態度で診察を行っているらしい。優秀な研修医もその嫌がらせに耐えられず、
もう何人も医局を離れていってしまっているとか。親が病院役員ということもあり、誰もその若手医師に歯向かうことができず、医局の環境はどんどん悪化してしまっているようだ。品川教授もその問題に介入して、どうにか医局の環境を改善したいと試行錯誤しているらしいが、なかなか改善の余地が見られず、困っているらしい。俺は品川教授からお願いされた時に、医師としてその若手医師をどうにかしなくてはという使命感と、もともと医局でずっと働いていたかったという気持ちが、ふつふつと蘇ってきた。3年前から少し年の離れた弟も、医師として父の病院で働き始めたこともあり、俺は家族に気持ちを伝え、この話を受けることを決意した。10年ぶりの医局。俺はドキドキしながら出勤した。以前働いていた場所とはいえ、10年近くも田舎の小さな病院で働いていた俺は、大学病院の雰囲気に少し身の引き締まる思いでいた。医局へ着くと、懐かしい顔がちらほら見られた。懐かしんでいると、そこにナース服を着た女性が挨拶に来てくれる。黒田先生、お久しぶりです。お元気にされていましたか？菊池さん、久しぶりだね。またここで働けることになったよ。これからまたよろしくな。その女性は、以前一緒に働いていた看護師の菊池薫だった。俺より少し後に医局へやってきた看護師で、とても責任感が強く、勉強熱心な人だ。菊池さんは実務で感じた疑問点などをよく質問してくれて、医師としての意見と看護師としての意見を言い合える貴重な時間をくれた。その時間は俺にとってもすごくためになる学びの時間になっていた。また黒田先生と一緒に働けるなんて本当に嬉しいです。みんな黒田先生が帰ってくるのを心待ちにしていましたよ。またいろいろと勉強させてください。こちらこそだよ。俺もまたみんなと一緒に働けることができて本当に嬉しいよ。俺と菊池さんは久しぶりの再会を喜びながら楽しく話をしていた。そして懐かしのメンバーが入れ替わり声をかけに来てくれて、しばらくの間、俺は楽しい時間を過ごしていた。すると、白衣を着た若い男性が俺のもとへ近づいてきたのだ。俺が少し顔を伺うようにその男性の顔を見ていたら、向こうから声をかけてきた。もしかしてお前が新入りか？ちょうどよかった。弁当買ってきてくれる？お腹空いちゃってさ。俺は突然のこの無礼な発言に驚き、目を見開いた。が、それ以上に俺を知る医局のスタッフたちの方が驚いた様子で、医局全体が一瞬静まり返ってしまった。俺は一瞬で、この男性が品川教授が言っていた問題児だなと確信する。名前は確か、酒井翔。とりあえず、俺は自分の正体を明かすことなく、酒井先生の命令に従うことにした。彼がどんな人物なのかを、この目で見極めるためだった。その後も、酒井先生はデスク周りを整理している俺に対し、次々に命令をする。おい、新入り、そこのカルテを持ってこい。おい、黒田、408号室のバイタルをチェックしてこい。本来なら、自分自身で行う仕事を、わざとのように俺に命令してきた。そして、自分がこの病院の役員の息子だということを自慢し、俺に歯向かうと、痛い目を見ると、傲慢な態度をとってきた。そんな時だった。腹痛を訴えた患者が病院に運ばれてきた。一瞬、医局内が騒がしくなるが、看護師たちが素早く受け入れ体制を整え、対応していく。どうやらこの患者は、酒井先生が対応に当たるようだ。
診察を行い、血圧や脈拍のバイタルチェック、エコーの結果、その患者は虚血性腸炎を発症していたことが分かった。虚血性腸炎とは、大腸の血管が一時的に詰まることで、粘膜に炎症や潰瘍などができる病気で、腹痛、下痢、血便などの症状が現れる。虚血性腸炎と類似している病気に大腸がんがあり、これらの病気を見極めるには内視鏡検査、大腸カメラ検査を行うことが必要になる。酒井先生は患者に検査結果を伝えると、一方的にこのまま入院するように指示していた。だが患者は突然の入院指示に驚き、しかも自分が仕事を休めば会社が潰れてしまうと入院を拒んだ。すると酒井先生は自分の話を受け入れない患者に対して呆れた様子で言い返す。今すぐ入院しないと取り返しのつかないことになりますよ。医師の指示に従うべきです。と、一方的な酒井先生の発言に患者は腹を立て診察室を飛び出してしまった。だが酒井先生は追いかけることもせず、看護師に対して、なんだあの患者は、と不平を漏らしている。近くで一部始終を見ていた俺は、これではまずいと患者を追いかけ、別の診察室へ来てもらった。虚血性腸炎がどういった病気なのか、そしてもしかすると他の違う病気が隠れている可能性があることを詳しく説明する。日を改めてでも病院に来てもらって、詳しい検査をすることが最善だということも一からわかりやすく説明した。すると患者は冷静さを取り戻し、仕事の調整をして後日検査を受けることを承諾してくれた。これはもう見過ごしてはおけない。俺は決心すると酒井先生のところへ向かった。酒井先生、ちょっといいですか？なんだよ、忙しいのに。何の用だよ。先ほど出て行かれた患者さんですが、後日検査予約を入れていただきました。そして、その患者さんは、今後は私が担当します。俺の言葉に、酒井先生は一瞬眉間にシワを寄せ、その後、嘲笑うかのように言い出した。は？何をわけのわからないこと言ってるんだ？頭でも打ったのか？俺は、酒井先生の患者に対する一方的な態度がどうしても許せず、彼を質問攻めにした。君は患者に病気の説明をしたのか？その病気がなんで発症したのか？どんな要因があるのか？放っておくとどうなってしまうのか？今後どういう治療が必要になるのか？患者がちゃんと自分の病気を理解できる説明をわかりやすく行ったのか？次から次に出てくる俺の言葉に、酒井先生の顔はどんどん怪訝さを増していった。さっきから聞いていれば、何を偉そうにペラペラと喋ってんだよ。俺を誰だと思ってる？研修医の分際で立場分かってんのか？俺は入院しろと言ったんだよ。都合が悪いと怒って出て行ったのは向こうの方じゃないか。俺は悪くない。酒井先生は自分が患者に対して行った説明が欠如していたことは受け入れず、悪いのは自分ではなく患者の方だと言い切っている。君の患者へ対する対応は医師として全く通用しないよ。もしもあの患者がこのまま病院に来ず、検査して見つかるはずだった病気のせいで命を落としたらどうするんだ？自分を何様だと思っている？医師はそんなに偉いのか？患者は医師の指示に絶対従わなければならないのか？いつどこでそんなことを習ったんだ？怒られ慣れていない酒井先生は肩をプルプルさせ、こちらを睨んでいる。君は何か勘違いしているようだが、私は研修医ではない。君の歪んだ精神を叩き直すためにこの医局に戻ってきた。君の指導医なんだよ。続く俺の発言に、酒井先生は完全に正気を失い、切れた様子だった。うるさい！
もう黙れ。お前なんかにとやかく言われる筋合いはないんだよ。口を慎め。酒井先生の怒号が飛んだ。その時だった。品川教授が俺たち二人の前に現れたのだ。酒井先生、誰に向かってそんな口の利き方をしているんだ。立場をわきまえなさい。酒井先生は品川教授の登場と俺を擁護する発言に戸惑いを隠せなかった。黒田先生には医局の指導医として私が自ら声をかけて戻ってきてもらったんだ。若手医師の君が生意気に発言できるような相手じゃないんだよ。こいつが指導医？酒井先生は弁解のしようもない、やってしまったという顔でこちらを見ていた。私はもっともっとこの医局をいいチームにしていきたいんだ。現状、せっかく集まった優秀な人材が全く育てられていない。もしかすると、君みたいな傲慢な態度で振る舞う医師がいるからかもしれないな。品川教授は、酒井先生の行動をすべて把握しているのだよ、と言わんばかりに、厳しく彼を叱咤した。俺は、うなだれる酒井先生を見て、こう言い放つ。君のその、横柄な態度や、医師としての考え方、行動、振る舞い。これから徹底して教え込んでいくから、覚悟しておくように。酒井先生の肩をぐっと掴んで念押しすると、俺はその場を離れたのだった。その騒動後、これまでの行いが嘘のように、酒井先生の行動や態度はおとなしくなっていた。この一件が酒井先生の両親の耳にも届いたようで、彼はみっともないと感動されていたようだ。酒井先生の両親は有名医大を卒業し、二人とも以前はエリート級の医師だったらしい。家柄もよく高学歴で、両親ともに自分たちのステータスを守るのが最優先の家庭だったらしい。なので酒井先生も小さい頃からエリート教育を受けていたようだ。勉強はもちろんのこと、何をするにもできることが当たり前の環境で育てられていて、酒井先生は褒められたことも、そして一度も怒られたことがない子供だったようだ。親からの愛情を感じることができずに育った酒井先生は、ただ褒められたかっただけなのかもしれない。その歪んだ感情が同僚や若手医師に向かってしまっていたのだろうと、俺は感じた。それからというもの、俺は酒井先生に対し、指導医として様々な観点から指導を行った。最初のうちは教えることに対しても反応が薄く、話を聞いているのかよくわからない状態だったのだが、俺は辛抱強く酒井先生に対しコミュニケーションを取り続けた。もともと優秀な人材だけあって、酒井先生は教えることをどんどん吸収している。医療の知識だけではなく、医師としての考え方や行動、立ち振る舞いも改善していけるように携わっていくつもりだ。そして、酒井先生以外の若手医師や研修医にも順調に指導が行えている。彼らは俺の若い頃と一緒で、医師としての志がとても強く、とても強いエネルギーを感じる。指導医として教えているのは俺なのだが、逆に教わることがとても多く、刺激を受ける毎日だ。治療や検査の内容は日進月歩で進歩している。進歩を続ける医療知識に遅れを取ることのないよう、常に学ぶ姿勢が大切だということを忘れず、一人の医師としてこれからも医療に携わっていきたい。この医局がさらに素晴らしいチームになるように、俺は今日も誠心誠意尽くしていくつもりだ。